編集の仕事をする、出版の仕事をするっていうのは上司に認められるためとか他の人に比べて褒められるためっていうことじゃないですよね。ナーサさん、女性の方からいただいたお悩みです。仕事についてですね。はじめまして。私は社会人経験2年目、出版編集の仕事をしています。仕事はとても好きなのに、自分が惨めでどうしようもなくなって、とうとう会社を休むようになってしまいました。私は人一倍仕事を一生懸命やってきました。当たり前ですが、どんな仕事にも嫌な顔をせず、笑顔で取り組み、仕事の納期前にはどんな仕事もきちんと終わらせてきました。忙しい先輩を助けようと一生懸命でした。けれども2年目になり、会社の全体像が見えてきて、私の所属するチームは会社から期待されていない、評価を受けられないチームであることが徐々に分かってきました。直属の先輩方に対しても、頼りない、なんで、どうしてこの状況に不満にならないのかと、先輩に対しての頼りなさを感じることが多くなってきました。部長クラスの上司から受ける待遇にも、あれ、どうして私にはこうなんだろうという小さな疑問や違和感が生まれてきたのです。例えば同世代の子が、部長は私の成長に大きな期待を持ってくれているんだとか、自分には見せない笑顔でその子たちと接するところを見ると、とても心が痛みます。人と比べたらダメだ。今目の前の仕事に集中しなきゃ。自分の子供を育てるように優しく丁寧に思いを込めて仕事をしよう。それだけで私は十分だと自分に言い聞かせながらここまでやってきました。が最近、周りの先輩、上司のエコひいきな目線、冷淡さ、冷たさにポキッと心が折れてしまいました。仕事はやりたいのに、こんな環境で萎縮をしながら仕事をするのが辛いです。涙が出てきます。自分も惨めにならず、周りの人も幸せにすることができる。そんな環境になりたいのに、私にはどうしてもその環境を作ることができません。こんなに生きるのが下手な自分が情けないです。家には家族もいます。父母、姉、みんなが私の状況を理解してくれています。休んでいいと言ってくれています。母と姉のみ。父は何も言いませんが、私を見て悲しそうです。大好きな彼もいます。彼には会社を休んでいることが言えずにいます。仕事に一生懸命な彼に申し訳ないと感じてしまうからです。だけど、いずれ言うことになります。これからもずっと一緒にいたいですが、笑顔になれない私を好いてくれているのか不安でなりません。涙ばかりが出てきます。ちゃんと仕事を持ち、正社員になれたのに求めすぎなのでしょうか。私はわがままなのでしょうか。まだ頑張れるのに甘えているだけなのでしょうか。来週、精神科のお医者さんに行ってみてもらいますが、毎日が不安で仕方ありません。少しでも心が軽くなり、生きていくことが不安でなくなり、楽しく生きたいです。もしお言葉をいただけたら幸いです。というお悩みです。やはり仏教の教えに仏性という言葉があります。仏性というのは清らかなる心のことです。そしてこの清らかなる心について、仏教聖典という本の中にこのような記述があります。仏性はあっても、貪りと怒りと愚かさのために覆われ、業と報いとに縛られて、それぞれ迷いの境遇を受ける。しかし仏性は実際には失われても破壊されてもおらず、迷いを取り除けば再び見出されるものである。今読ませていただいた仏教聖典の言葉にある通り、私たちには仏性というものがあるんだけれども、それが自分の中の愚かさや怒り、さまざまな囚われというものによって曇ってしまっている。けれども、その
曇ってしまっている仏性はもう一度その迷いを取れば輝き出すということが書かれています。ナーサさんの問題はこの仏性というものが陰ってしまっている、曇ってしまっている、会社の人間関係のことであったり、さまざまな人間の事情ですね、会社の事情とか組織の問題であったりとか、そういったことによってナーサさん自身が持っている本来の仏性というものが大いなる迷いに突き落とされてしまっている。それが問題です。でもその問題の奥にさらに大きな問題があって、この問題が私はナーサさんのこれからの人生において本当に大切なことだなと感じています。で、処方箋。ナーサさんね、仏性というのは清浄なる心、つまり清らかな心という話をしたんですが、編集者という仕事における編集者と言われる人が仏性として定めておかなければいけない心の原点というのが何かということをぜひこの機会に明らかにしてほしい。これが処方箋です。編集者ナーサの仏性は何かということです。これをこの機会によく考えてほしい。今私も聞いたところの話ですけれども、この日本には出版社と言われるそういう会社が3000社ぐらいあるってお聞きしたんです。で、この3000社ぐらいある出版社の中で、私もそれ聞いた時びっくりしたんです。そんなにたくさんの出版社があるのかと。聞いたこともない出版社がたくさんあるということですね。で、今ナーサさんがどのような出版社で、出版編集のお仕事をなさっているのかわからないんですけれども、ちょうど今私もね、いつになるかわからないんですけども、おそらく来年ぐらいではないかなと思ってるんですが、ある出版社さんから、本が出るという予定で、編集者の方がついてくださってですね、ずっと本を書いてるんですけれども、私編集っていう仕事がこんなに大変で、こんなにすごい仕事なのかっていうことを、今回の編集者さんについていただいてね、出版社さんについていただいて、もう思い知りました。これでね、もうどうでしょう、足掛け2年ぐらい合格いただけないんですけれども、毎回お寺に取材に来ていただいたりしてもう2年間ぐらいですね、私の本を多忙な中にね、私の本を世の中の人に届けたいと思って、その編集者さんはですね、もうものすごい熱意を持ってですね、取材を繰り返してくださってるんです。で、本当私もそれに対してなんていうんですかね、自分が文章を書いていったり、取材に対して話をしていったりっていうことが思うようにまとめられないジレンマでね、申し訳ないなと思いながらも、もう2年ぐらい時間をかけて本作りをしていただいてるんですけれども、そのね、編集者さんとお付き合いをさせていただいてからね、いや、本を作るって本当にすごいことなんだな。もうやっぱり仕事の時間も長いですし、当然私の本だけじゃないね、他の方々の本というものも作っていかなければいけないでしょうから、私に2年も3年もつきっきりでいるっていうことは、時間が長引けば長引くほど当然彼にとっては大変なストレスにもなっていきましょうけれども、それでもね、もう本当に追い込んでくださるんですよ。
でものすごい細かいところまでツッコミを入れながらその本というものをまとめていくっていうそのプロセスをね、やっぱりこの一流の編集者っていうのはここまでやるんだっていうことをもう目の前で今思い知らされて、大変私も勉強になってるんですけれど、編集者さんもね高橋さんの取材をさせていただいて本当に自分も勉強になりますって言ってくださってるんですけどね、明らかに私の方が彼に対して負担かけてるし、彼もものすごいご苦労なさってると思いますけどもね、そこで改めて本を作る、編集をするということは、その編集者の物性っていうものは何なのかっていうことを私もつくづくここで思い知らされるんですけれど、ナーサさんね、編集者ナーサの物性は何か。これは会社の体制とか会社の上司とか認められてるとか認められてないっていうそういうことじゃないんですよ。編集の仕事をする、出版の仕事をするっていうのは上司に認められるためとか他の人に比べて褒められるためっていうことじゃないですよね。編集の仕事っていうのは何なのか。この話を、この著者の話を世の中の人に届けたいと。それを届けることによって救われる人がいる。この話を届けることによって勇気をもらう人がいる。この話を届けることによって心から笑顔になれる人がいる。この話を届けることによってずっと心に溜まっていたわだかまりっていうのが一気に解放されて楽になる人がいる。でそういった読者さんにこの話を届けたい、それがおそらく編集という仕事に携わる人の外せない物性だと思うんですね。何かでもこのナーサさんが編集の仕事をしていながら思いの中心が自分に向いているような気がする。ナーサさん自身に向いているような気がする。自分に対する評価、自分が自分の納得いくように仕事をしている、それは素晴らしいことなんですけれども、自分の評価とか周りの人とかじゃなくて、編集という仕事はこの話を誰かに、この読者さんに、この人に届けたい。だからチームを組み、どうやったら読者さんにこの話が分かりやすく、どうやったらこの話が読者さんに伝わりやすくなるかっていうことを考え、そして著者っていうのは人生かけて本書いてますからね、雑誌にしたって一緒だと思います。それをこの著者さんの思いを届けていくのか、この話と読者、著者と読者っていうものをつないでいく、これが出版編集ということの仕事だと思うんです。ここに編集者ナーサの物性があると思うんです。そのことをどうかもう一度ね、原点に戻って考え直していただきたいと思うんです。で、ここの部分がぶれると、編集の仕事は夜も遅かったりとか、ね、とてもタフな仕事だっていうことを私も本当今自分の本を編集者さんについていただいててものすごく感じるわけですよね。大変だと、これ心折れるだろうと。そしてまたその編集者の方もですね、やっぱりその出版業界っていうのは本当にこれ本作りがやっぱり好きじゃないとできないし、その思いがぶれるととてもやってられるような仕事じゃないっていうぐらい大変だということが常々おっしゃってるので、その大変さっていうのは非常によくわかるつもりです。けれどももう一回ね、ナーサさんがもしこの出版編集の仕事にちょっと休んだ後にまた戻りたいと思ってらっしゃるのであれば、それ戻るのはもう上司に認められるとか自分たちは期待されてないとか、それはもう置いといてください。編集者ナーサとしてこの話を読者さんに届けたいっていうその一心で仕事をしてほしいんです。で必ずね、まともな編集者なら、志を持った編集者さんなら
出版社さんならそういったナーサさんの読者に対しての思い、この話を届けたいという編集者としての魂っていうものに心動かされるはずです。一人二人そのナーサさんの編集者魂というものに触れて、自分も出版の仕事に携わるのであれば、編集の仕事に携わるのであれば、こういう原点っていうものを持って、自分もそういえばこの業界に入ってきたのにそれを忘れてたなということをナーサさんが上司に思い出させてやらなきゃいけないです。あなたの働き方を通して。これね、ちょっとすっごく分かりづらい話かもしれませんが、同じ仕事をしていても、私は仕事に対してきっちり仕事を仕上げます。それをコミットメントして納期までにきっちり仕上げます。だから私は一生懸命仕事をして素晴らしいんですっていうのと違うんです。この話を読者さんにちゃんとどうにしても届けてあげたいから、だから私は納期までにこの仕事を仕上げるんです。これは同じようでいて違うんです。自分が自分の働き方として自分のポリシーを守ろうと思って仕事をする、これも素晴らしいことなんですけれども、それをさらに超えた、私はこの仕事をきっちりやれます。なぜならばその先にこの話を待ってる読者さんがいるからです。そのつもりでやるのと、結果として同じように働いているように見えて届き方が全然違う。私も一問一答の中でいろんな話をしてきてますけれど、今かなり本当にこの目に見えない世界での大きな差について話しています。出版界にとってナーサさんのような働き方ができる人は貴重です。で、適当に納期までに仕上げようとか、そういう人たちも中にはいらっしゃるかもしれません。あるいは追い立てられてるから仕方なく納期までに仕立てよう。結果的に納期まで仕上げる人でもその思いによって全然違うんです。あるお坊さんが泥棒と警察を走る方向が一緒って言った。でも思いが違うっていう話をなさったことがあって、本当私その通りだと思う。そうですよね。泥棒と警察って泥棒がバー走っていく、警察もバー走ってる、傍から見てると走っていく方向一緒なんです。でもね、そこには決定的な違いがある。思いが違うんです。編集者としてこの仕事をする、こっちの仕事をして同じ出版社、同じ編集者、走ってる方向は一緒。他の人たちも上司も。だけどナーサさんは思いが違う。この話を読者さんに届けたい。そういう思いを持てる話を編集してるわけです。それが編集者ですよね。で、実はこの考え方というものが、この仏性というものが、結婚をしてもこれから仮にですよ、今の出版社を辞めて他の出版社に行くということがあるかもしれませんけれども、おそらくどんな出版社に行っても、先ほどの泥棒と警察の話じゃないですけれども、その心に仏性として持っているものが違う、同じような仕事を同じようにやっていて、こういう人はどこの会社にも多分いると思うんです。ですからどうかね、今の会社の仕事を、編集の仕事がもともと好きで入ったからというその原点があるのであれば、そしてそこにまた戻りたいと思うのであれば、一回しっかり休んでもう一度自分の仏性というのは何かということを明らかにした上で再チャレンジをなさってみてはどうかなと思います。で、その際には自分の中にきちんと編集者ナーサの仏性というものは何なのかということを常に自分に問いかけながらお仕事をなさってみてください。きっと今いる会社、今いる環境っていうものが同じようでいて全然違った世界に見えてくるということがきっと起きてくると思います。応援しています。